はいどうも皆さんこんにちは。今回はインスタグラムの DM でリクエストをいただきました。最近インスタでも反応してくれる人が出てきて嬉しいです。ということで今回は陰性期の京都についてお話ししていきます。陰性期が始まり、前9年合戦、後3年合戦、方言の乱とつながっていくんですが、前9年合戦と後3年合戦は東北地方のお話です。今回はこっち側、陰性が始まって方言の乱が起こるまでの間、どのようなことが起こったのかについてお話ししていきます。陰性期で日本史につまずく理由は、おそらく政治の仕組みが大きく変わるにもかかわらず、教科書では陰性が始まった程度の大きすぎる説明で終わっているからです。まずは仕組みがどう変わったのかについて見ていきましょう。今までの仕組みは、天皇が政治の実権を握っていたので、政治の仕組みとしては簡単でした。朝廷で話し合いをして政策を決まったことに天皇がゴーサインを出し、全国に命令を出して、国司たちが地方の政治を行っていく。こういった仕組みでした。学校で例えると、職員室で話し合いをして、今後の行事を決まったことに校長先生がゴーサインを出し、各クラスに命令を出して担任の先生がクラスを動かしていく。という感じですね。院政が始まる前は摂関政治だったので、政治の実権を握っていたのは摂政や関白でした。天皇の政治を補佐するという役割からすると、学校では教頭先生の立ち位置でしょう。ちなみに教頭先生は毎年藤原先生です。教頭先生どころか職員室は藤原先生ばっかりなので、藤原先生と呼んだらめっちゃ返事されます。それだと困りますので、1年1組の先生みたいに役職で呼ばれていました。正確に言うと他の理由もあるんですが、平安時代の貴族が名前ではなく役職で呼ばれていたのは、そういったことも関係しています。とにかく、この仕組みが院政が始まる前までの日本の政治の仕組みです。さて、一方院政が始まった後の日本の政治の仕組みですが、ちょっと複雑になります。上皇の存在ですね。院政期に入ると政治の実権は上皇に移ります。上皇は退位した天皇のことなので、学校で例えると元校長先生です。元校長先生にも住んでいる家があり、その家のことを院と呼んでいます。そして職員室とは別に院の長という施設を作ってお気に入りの先生たちを集めます。そしてそこで学校の方針を決めるようになるんです。この院の長から院を通り、院から院宣が出され、朝廷が全国に命令を出すという仕組みをしっかりと理解してください。政治の仕組みが理解できたところで、天皇と上皇の違いについてお話しします。上皇は退位した後の天皇だから、上皇だろうと天皇だろうと大して変わらないんじゃないと思ってしまいますが、細かいところで色々と違うところがあります。以前お話しした天皇は私有地を持てないけど、上皇は私有地を持てるという話もその中の一つです。今回は人数の違いについてお話しします。院政イコール上皇というイメージが強すぎて勘違いしやすいんですが、上皇になったら政治の実権を握れるというわけではありません。簡単なことです。天皇はどんどん代替わりしていきますよね。そうなると上皇はどんどん増えていきます。天皇は一人だけだけど、上皇は複数人存在できるんです。この上皇たちの中でまず最初にトップの存在になったのが白河上皇でした。このトップオブ上皇のことを治天の君と言い、上皇になった上で治天の君にならなければ院政を行うことはできませんでした。ここまで理解してしまえば家系図の理解は簡単です。白河上皇は息子の堀川天皇の頃に政治の実権を握り、治天の君となります。その後、堀川天皇が退位して堀川上皇となった後も、政治の実権は白河上皇が持ったままです。堀川天皇は上皇にはなったけど、白河上皇がすでにいたから治天の君にはなれなかったということですね。同様に堀川天皇の息子である鳥羽天皇が退位しても、白河上皇は実権を握り続け、鳥羽天皇の息子である崇徳天皇の頃まで政治の実権を握り続けます。そして白河上皇は1129年に崩御するんでした。実に43年もの間、院政を続けたことになります。この白河院政が行われたのは、基本的に平安京から出た東側にある白河殿です。この地が発展していったきっかけは、第72代天皇の白河天皇がここに法性寺というお寺を建立したのが始まりです。その後、第73代の堀川天皇が尊性寺、第74代の鳥羽天皇が西性寺、鳥羽天皇の妻、太建門院が延昌寺、第75代の崇徳天皇が上昇寺、
第76代の近衛天皇が延昌寺を建立します。すべての寺に昌という字が入ることから六昌寺と呼ばれますね。白河上皇の院政はここにある白河殿で行われていて、白河院政期に僧兵の強盗を防ぐために武士を雇ってこの御所を守ったんですが、その時北側を守っていたのが北面の武士です。ここに採用されたのが平家であって、この関係を足がかりにして平家は院とのつながりを強めていきます。さて、白河法皇が崩御したことにより地天の君の席が空きました。この頃すでに堀川上皇は亡くなっているので、その次に天皇をしていた鳥羽上皇が地天の君となります。鳥羽院政も白河殿を中心に行われました。鳥羽上皇は3人の息子、崇徳、近衛、後白河が天皇だった1129年から1156年の間に実権を握ります。そして鳥羽上皇の崩御によって次に地天の君となるのは誰かを決める戦いが起こるんです。これが保元の乱でした。この保元の乱によって白河殿は消失。一部残ってはいましたが、保元の乱に勝利した後白河上皇が再建することはありませんでした。ここら辺の家族関係や乱勃発の理由は、保元の乱の動画で詳しく説明しているので、そちらをご覧ください。消失した白河殿の代わりに、新しく作った院の御所が法重寺です。後白河天皇は1158年に二条天皇へと上位し、地天の君として政治の実権を握るようになります。ここら辺が源平合戦と同じ時代となっています。さて、一応冒頭に言っていた院政が始まって、保元の乱が起こるまでの間は繋がりました。後白河院政については、源平合戦の時期と被ってくるので、これからアップしていく動画をご覧ください。冒頭で少しお話ししましたが、インスタグラムもやっています。YouTube では年代順に日本史解説をしていますが、インスタグラムでは年代関係なしに日本史に出てくる建物や場所の写真を上げています。ストーリーでは YouTube で使う用の映像を撮影しに行っている時の様子なども上げていますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。